皆さんこんにちは。小松です。こんにちは、ひまりです。突然ですが、皆さん細かいところのヤスリがけって何使ってますかね？よく使うのが紙ヤスリを折ってピンセットでつまんでヤスリがけですかね。よく指の付け根がつりそうになるやつ。それな。これでも幅広のピンセットを使って少しでも安定性を持たせようとしているけど、小松の親指は常にパンパンです。だがやらずにはいられないんでしょう。ぐぬぬ、髪は細部に宿ると偉い人が言ってた。こういう髪の毛パーツもなかなか大変ですよね。ショートカットだといいんですがロングだとマジで終わらん。そろそろ小松の親指が外れてしまうのではないかと危機感を感じたので紙ヤスリをホールドできる工具を考えてみたよ。手持ちのアートナイフの絵でやってみます。アートナイフの絵は万能。紙ヤスリを2つ折りにして、差し込めば完成。これは簡単。簡単な割に結構あり。紙ヤスリが少しへたりやすいけどピンセットでつまむよりよっぽど楽ですね。絵が太くてヤスリかけ箇所が少し見えにくい。あと絵が当たったりするのが鬱陶しいな。へえ、改善検討しやす。小松の毛。数日使っていての感想。やっぱ絵が太い。そこでデザインナイフというもっと細いやつを使ってみます。締めても外れるじゃん。これじゃ細くても作業にならんでしょ。お前も締めてやろうか。ひえ、他に使えるものを探してきます。小松の毛。切削工具に貝がなければ穴開け工具に活路を見出す。ピンバイスで試してみるよ。一番細い差し込み口に紙ヤスリを差し込みます。締結は全く問題なしですね。これはあり。アートナイフより太いじゃねえか。先端が少し尖ってるからまだマシだけど相変わらずよく当たる。なしではないけど要改善。一つ解決すると一つ新たな課題が見つかる。設計者あるあるですな。いや、絵が太いのは最初からの課題でしょ。再発してるじゃん。あれれ、おっかしいな。本業でそのノリで言ったら処されそうだな。TPO はわきまえようね。そこで絵が細いやつを見つけてきたよ。これもピンバイスの絵だけどかなり細い。これも同様に紙ヤスリを差し込んでみるよ。外れることもないし先も細いし完璧なのでは？絵が細くなったのでかなり使いやすくなりました。細いって素晴らしい。もっと軽いやつないの？長時間の作業では数グラムの違いが明暗を分けるかもしれないよ。へえ、では密林探索に行ってまいります。小松の毛。宝山というメーカーから細さは同じくらいでさらに軽いピンバイスを買ってきましたぜ。グリップも細め、先端もテーパがついてかなり軽いです。これは期待できそうだ。軽くて削っているところが見えてよき。これはなかなか便利です。細かいところもじっくりヤスリかけできますな。でもこれってヤスリかけが早くできる分紙ヤスリがすぐ削れなくなるな。そりゃ削れる効率が上がれば紙ヤスリの消耗も早いでしょうが。へえ、喜んでー。小松の毛。というわけで使い方を考えてみたんですよ。発言を許可しよう。オーバーロード見すぎやな。まずはタミヤの紙ヤスリの短い幅分カットした長い短冊を作ります。これを半分にカット。さらに半分に折ったものを先ほどのピンバイスの先端に差し込みます。この時差し込めるだけ奥に入れ込みます。このまま普通にヤスリがけを行います。ちょっと長すぎない？もったいないですが、あらかじめ長すぎた分はカットしといた方が良さそう。ヤスリが削れなくなってきたらピンバイスのキャップを緩めて、少しだけヤスリを引き出します。削れなくなってしまった部分はハサミで先端カット。これで紙ヤスリを差し替える回数が激減。効率アップですぞ。
ライスだ。では私から上司に報告しておこう。あれどっかで聞いたことがあるよなこの流れ。髪の毛の隙間などもこれでやると結構はかどります。芸人サンダーでもいいんですが、あれは基本貫通していないと使えないので、髪の毛が重なって V 溝になっているようなところには使えません。そのあたりもこのヤスリ棒であればヤスリ掛け可能。素晴らしい。明日からブースで販売だ。紙ヤスリとピンバイスを組み合わせただけのもんが売れるわけないっしょ。君には失望したよ。